まるでこの世の世界とは思えない姿。かつて活気あった町には人影は見えず、多くの家はガラスが割られ、立派な建物は自然に飲み込まれ崩れ、町の至る場所では立ち入り禁止区域が残るこの地。2011年の悲劇、世界史上2番目に最悪の原子力事故が起こる当時の様子が頭をよぎります。はい、皆さん、バッパー翔太でございます。現在はですね、東北のバスライフが終わりまして、それから兵庫県姫路市の方にね帰る途中なんですけど、どうしてもですね、帰る途中、生で感じてみたい、場所があります。世界史上2番目に最悪の原子力事故、福島第一原発事故をですね、帰り道生でちょっと見てみたいなということで、今日はですね現地の人が、いろんなことをね教えてくれるということでお話聞きに行きたいなと思います。福島第一原発は東京の東北部から約 270km の場所にあり、世界最大規模の原子力発電所の一つで6基の原子炉がある。2022年2月の統計で死者15,900人、行方不明者2,523人、避難者数は38,139人。1986年チェルノブイリ原発事故に続く世界史上2番目に最悪の原子力事故。ということで今日はですね、ガイドしてくださる、志賀さんです。よろしくお願いします。志賀さんはもともと漁師さんって聞いたんですけど、はい、そうです。どこで漁師してたんですか？これから行きます浪江町の浮戸っていう港から、はい、毎日海に行ってホッキ貝を取っています。あ、ホッキ貝。あ、そうなんですね。結構浪江町っていうのはその福島第一原発から結構近い場所なんですか？そうですね。だいたい7キロないし8キロぐらい。8キロぐらい。ああ、なるほど。その辺を今日ちょっとガイドしてくれるって感じですね。じゃあよろしくお願いします。はい。福島第一原発から約50キロ、この地ではごく普通の生活の時間が流れており、人々の笑顔が見ることができる。今この辺はどれぐらいなんですか？福島第一原発から。ここでね、原発から25キロかそこらぐらいかな。あ、そうだよね。志賀さんの家はもうほぼこの近くやったよね。そこも、津波で家は流されたんですか？家は残ったけれど周りは結構流されたからね。志賀さんの家だけ残った、ね、残った。結局ね、俺のうちはね、津波から5年ちょっと前に、はい、道を新しくしたんですよ。でその時に1メーター60ぐらい高く盛り土したんですよ。あ、そうなんです。それは高潮とかそういうのを警戒して。それは川が氾濫した時のことを考えて。なるほど。小高川が氾濫しても大丈夫なように高くしたわけ。周りの家は全部流された。浪江町では震度6を記録し、津波による死者181名、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による関連死は383名。ここからが双葉町。双葉町っていうのは、原発から何キロぐらいなんですか？ここは原発の所在する町。はい。袖の手でも入れないように柵してる。ああ、これ柵してあるよね、横。ああ、ほんまやね、横とかもう入れないようになってますね。わあ。双葉郡に入ると空気や景色が一変。辺りを見渡すと立ち入り禁止の看板や放射線量計、作業中の重機など50キロ圏内とはまるで別世界のような空間。現在なんですけど20キロ圏内のところにいるんですけど、もう家ほとんど崩れてしまってます。で、人影を見ることすらできない、双葉町になってます。かなり、悲惨な現状です。ここがですね、皆さんおなじみかっぱ寿司でございます。皆さんの地元にもあるんじゃないですか、かっぱ寿司。かっぱ寿司11年経ったらこんな状況になってるんです。皆さん、
つい最近ですね、ルースの弟とね、かっぱ寿司食べに来たんですよ。もうね、中にはね、めちゃめちゃたくさんの人がいて、家族ぐるみで来て、子供がおって、みんなね、ワイワイ言うて楽しそうにね、食べてた。同じかっぱ寿司ですよ、皆さん。この状態見てください。早く食べて。いやー、ほんまになんか悲しくなる。こういう普段生き慣れてるとこ、普段あるところがこんな感じに変わってたら、なんか悲しくなりますよ。丸見えみたいな感じです。うわぁ、悲惨やぞ。見えますこれ。これは悲惨やな。いや、ものすごいでかい地震やったよね、ほんま。この光景を見て、どれだけの地震の大きさだったのかって想像できますよね。あの辺なんか上の天井が外れかけて、手がポンとめくってます。志賀さんの話によると、こんな感じで、ガラスが割られたお店とか家とかがもう数多くあるらしいです。で、そのケースが2つあって、1つはイノシシが家に入って食べ物とかを漁ったりしてるケースが1つと、もう1つは人間による不法侵入。帰還困難区域をいいことに、不法で、侵入して中にあるものを取ったり、窃盗みたいな感じの事件がかなり報告されてるらしいです。皆さん、こんなにひどい福島第一原発事故があって、で、津波の事故があって、で、人が住めない状態になって、いや、これほどね、被害あった場所にさらに不法侵入で窃盗ですよ。ちょっとそれ話聞いて心が痛くなりました。これは占領機。占領系。占領系。ね。これが、通常は何歩ぐらいなんですか？これは 0.05 ぐらい。普通は。いわゆる事故が起きる前は0.05 から 0.06 ぐらいだった。あ、そうなんですね。それが、1キロは 0.9 度が1ぐらいまで上がった。4マイクロシーベルトあるわけね。4あることでね。4ね。はい。どういうことなんですか？どれぐらいが悪いんですか？それでね、あそこのモニタリングいくらある？あそこのモニタリング。今ね、だいぶこの辺下がってきて、前ここね、5から6あったんだよ。はい。どれぐらいが人体に悪いんですか？いや、それは何とも言えないんだよ。ああ、そうなんですか。ただ、ほらね、一応ここは避難指示の地域なの。で、この山の奥が、帰還困難区域で、そしてここが公園なもんですから、これ全部土地入れ替えた。で、前はここうんと高かったんだ。じゃあ結構減ってきてるってことですか？これ減ってきてるわけ。だから前5マイクロシーベルトぐらいあったのが、これ今は4ぐらいまで、多少確かにこれは減ってるわけ。でもあそこのモニタリングから見ると全然違う。なんでなんですか？メーカーから前聞いた時には、まだ下がコンクリになってる。だから普通はこういう地面に、土の面にこう立てて剥がるのが戦争だから、1メーターぐらい。でもここ土を全部入れ替えて、そして下コンクリになって、それから1メーターぐらい開けてたから、完全に空間占領なんだけれども、やっぱこれでは低く出るよっていうのがメーカーの方。ということでごまかしてるってことだよね。まあね。それ何のためにごまかすのかがちょっと。いや、だからそれは俺も何とも言えないけれどもね、ただ俺らはほら何とも言えないけれども、その商品を作った方が退職して、ここに来てやっぱり自分のプライドがあるんじゃない。こんな使われ方したらっていうのはやっぱ頭にくるわけよ。ちゃんと作ってほしい、使って使用してほしいわけよ。それがこんなね、いい加減な使われ方をして、頭にきたって言って。そう言われてたよね。俺はね、
これは6割ぐらいに3機来で出るようになってから。なるほど。昔、まあ、向こうからしたら帰ってきてほしいわけですよね。だからなるべくね、低く出るようにしたいんですよ。なるほど。ここはですね、特定復興ということで人が入ってきてもいいエリアなんですけど、皆さん見てください。もう人の影すら見えません。で、信号もあるんですけど、信号もですね、青になっても誰も走らない、ほんまに人だけが消えた場所です。で、ここはですね、避難解除されているということで、人はですね、ここにいた人は帰ってくることもできるんですけど、皆さん見てください。こんな状況で皆さんなら帰りたいと思いますか？僕正直ね、福島に来る前11年経ったら結構ね、いろんなところに人も戻ってて結構復興してるんだなって思ってました、正直な話。でも11年経って今ここ来てみて、いや全然戻ってないやんって思いますよ。線量計の使い方をはじめ、帰還できる場所とできない場所の決め方、さまざまなことに対し国や東電のやり方に地域の方々は納得していないと志賀さんは言う。見えないっていうのは、俺ら素人は本当にいくらでも騙せるんだよね。騙されるんだよ。福島第一原発事故から11年の時を経て、事故当時子供だった人々が甲状腺がんになったとの報告も相次いで報告されてるらしい。甲状腺がんで260名手術した、この福島でですか？そうだよ。この辺で。それはなんかおかしいね、なんか260名。それ若い子ですか？みんな若い。だからそれを認めねえんだもん、国は。それは原発のせいじゃないって言ってるんですか？原発のせい、せいじゃないっていうかね、とにかく今までこうね、検査しなかったのが細かく検査してからそういう数字が出てきちゃうんだ。そういう言い訳言ってる。ああ、なるほど。今までじゃあそういう検査もしてなかったってことね。で、細かく調べてみるとそういうの分かってきたみたいな。だから細かく調べてきたからこういう結果になったことでっていう。国と東京電力、そして地域の方々の間で福島第一原発事故によって受けた被害に対する損害賠償を求める訴訟の結果にも地域の方々は納得していないと志賀さんは言う。福島県内の住民と、そしてあと相手は東電と国。東電と国で最高裁まで行って、最高裁に行って最高裁の判断としては、この責任に対しては例えば地震が規模が大きかったし、津波も大きかったから、仮に国が対策堤防を作ったとしても、津波の被害を防ぐことができなかったから、国には責任はないんだっていうのが最高裁の判例なんです。そうだよね。そのことについてどう思われます？頭にくて、この話しちゃあれんねんだけど、国が進めてきたもんさ、進めてきたもん、はい。仮に自然災害がね、大きかったやったら、対策とっても防げなかったからねっていうのは、進めた者が責任取らなかったら、誰も責任ないでしょ。でも信じる場所がもうないですね。ね。で、あそこの橋の上にある鉄塔みたいなところ、あそこが原発の場所らしいです。ここから何キロぐらいですか？3キロ、3、4キロのところらしいです。この辺りでは数多くのトラックが運搬作業をしている姿が見れる。福島第一原発事故に伴う除染で発生した汚染された汚染土、いわゆる防ぎようのない核のゴミ。その汚染土は福島第一原発に隣接する中間貯蔵施設に一時保管されているらしく、その汚染土の量は1400万立方メートル、東京ドーム11個分の量にも及ぶらしい。これからも未知数にある復興拠点でどれだけの汚染土が出るかは今は不明らしいが、もうすでに保管場所がないらしいので、政府は45年までに福島県外へ搬出するとしているらしいが、議論が進まない状態。原発のゴミ問題は解決への道筋が見えないまま。皆さん、ここはですね、中間貯蔵施設って言われているところで、汚染土がね保管されている場所なんですけど、ここはですね、この先帰還困難区域ということで立ち入りはすることができません。皆さん、もし
あなたの地元、あなたの地域にこんな感じで中間貯蔵施設みたいな感じで汚染土、東京ドーム11個分保管されたらどうですか。ある一定の基準より下の汚染土はこのね、公共道路の道路に使ったり再利用しようとしてるらしいんですけど、地元の方、地域の方はそれにすっごい反対らしくて、今議論されてるらしいんですけど、もし皆さんね、自分の家の前の道路にこの汚染土、安全って言われてるんですけど使われてたらどうですか。朝起きて玄関出て、しゃあ一歩目今日の一日みたいな感じで足を踏み出して、そのたった、自分の足一歩を踏み出した場所が、この汚染土含まれてたらどうですか。これはですね、もう僕個人の意見なんですけども、福島だけの問題じゃないと思います。この汚染土がね、県外に排出されるということで、日本中の人たちが考えないといけない問題だなと僕個人では思っております。ゴミといえば汚染土以外にも汚染水があるらしいです。汚染水はですね、現在25メータープール10個から11個分の量があるらしくて、その汚染水をどう処理するのかっていうのを今議論されてるらしいです。で、国はこの汚染水をね、薄めてこの海に放出しようとしてるらしいんですけど、地元の人と、業者の人とか地域の人の了承を得て、それをするって言ってるらしいんですけど、漁師さんとかってどういう意見なんですか。汚染水については反対なんですか。いや、それは反対ですよ。賛成っていう人はいないと思う。みんなそれは反対です。だからね、前は地元の業者の同意がなければ流さないって言っていたのを、それを全く無視して流すって決めているわけ。今なってるんですか。だからね、そういう流すっていうことに対してはもう金で口を踏んずるようなことするわけだ。利権で。でもね、正直な話、海に放出ってどうですか。皆さん、もしあなたの町、例えば兵庫県なら鳥取県にある、原子力発電所から汚染水を海に放出します。で、兵庫県なら兵庫県北部には美味しい松葉ガニとかめちゃめちゃいっぱいあります。その、兵庫県北部の海にこのね、原爆の汚染水が、来たらどうですか。なんぼ安全って政府が言ってても信頼できますか。皆さん、海っていうのは山の影響。山の影響。海は山の影響を受けると。っていうのはどういうことかっていうと、山にね、雨がいっぱい降ると、そこの土が流れて、川に行っていて、そして川から海に流れるわけ。そうすると放射能もその土と同時に流れるわけよ。海にね。魚とかってどうなるんですか。だからそこなんですよ。で、魚はね、今のところはこの放射能は検出されないって言ってるわけ。それは政府が言ってるんですか。政府ももちろんもういろいろ調べてそうなんですよ。でもそのね、河口近くは線量が高いことは間違いないんですよ。そうだね。一旦このね、土ってね、海に流れた土って雨が降ると大体2日くらいはね、ものすごく濁るんですが、2日くらいですぐさーっと沈殿して、また一つ来るんですよ。で、そういうのを繰り返しているもんですから、決してその安全安心っていうふうには俺らは思えないんだよね。漁師さんからすると。なるほど。本当にね、目に見えないっていうのはいかにね、扱いにくいっていうのがね、最初は目に見えないからやたらと不安が生じるわけね。しかしそれがずっと時間とともに自分を正当化して、大丈夫なんだっていうふうに自分を切り替えちゃうんだよね。そうなるといくら事実があっても、いや大丈夫なんだっていうふうになっちゃうわけよ。そして11年前に起こった生々しい恐怖の震災の傷跡を再認識させられることになる。請戸小学校というところで、福島第一原発の北側にある学校なんですけど、海から200メートルということで、当時、15メートルほどの、津波がこの小学校に、
来たらしいんですけど、校舎の2階ぐらいまで使ったらしいんですけど、80人ぐらいの生徒がいたらしいんですけど、80人ぐらいの生徒は、近くの山に避難して全員無事だったそうなんですけど、住人約1900人ぐらいいたんですけど、300人ぐらいの人たちは、津波15メートルの津波に、流されてしまったらしいです。で、あそこの時計は当時地震があった、時間で止まっております。こちらにあった住宅は。あ、住宅は全部こっちにあったんね。こちらだ。全部流されてしまったんね。流された。わかるでしょ。こう高くなってそこに体育館があって車で後継いだっていうことは、だから一般の住宅の2階まで行ったっていう。はいはいはい。うわ。津波がね、どれほど大きいものなのか、津波がどれほど恐ろしいものなのかっていうのをね、この校舎の中に入って感じることができました。体育館の床がブワーンって、もうなんていうんですか、爆弾が飛んだようなみたいなへこみ方してたり、もう教室の中、めちゃめちゃでかい爆弾が爆発したかのように壁もめくれてたり、上の天井はめくれてたり、配線はむき出しになってたり、椅子や机やもう洗濯機みたいな、洗濯機の中のような感じだったんだなっていうのをこの校舎の中に入って見ることができました。この校舎の裏にはですね、福島第一原発に伴う除染作業がね、まだ行われているということで、志賀さん曰くこの汚染されたもの、家電とか土とかいろんなものをこう除染してきれいにしたり分解したりしてる場所らしいんですけど、90人ぐらいの児童の笑顔があって、でね、笑顔とともに、あった学校の裏にですね、こうやってね、福島第一原発の除染作業が行われている、場所があるって、なんかすごい複雑な気分ですよね。双葉町、大熊町、はい、原発で大変な目にあったんですけども、はい、で例えば一番分かりやすいのは、学校なんです、小学校。サモの復興したかのようにさ、アンダーコントロールだなんて嘘ばっかりついてさ、メディアですか？誰が言った、安倍晋三が言ったでしょ。それで復興って言って、帰ってこう帰ってこうって言って、さらに道路とか建物とかってそういうのはこう立派に作るわけですよ、国内のためにね。でも基本的に一番こう分かるのは何だって言ったら小学校なんですよ。子供の数がどうなったかっていうのが一番こう分かりやすいですよ。子供はね、浪江町は前はね、浪江町に6校あったんです。6校小学校が、小学校6校あったの。これ1校だからね、今1つ。ということは子供の数がかなり減ってるってことですか？そういうことなんです。除染作業が進み、避難解除されても町民の 5% しか戻ってきていないのが現状。人口2万人ほどの浪江町は10分の1以下の村のような姿に変わりつつある。そんな簡単に人間の命、生活ってそんな簡単には変わんないんだって、変えられないんだ。ちょっと正直ですね、原発、自然災害のことちょっと舐めてたかもしれないです。ここに来るまでの間、正直な話、福島で原発があったんや、大変やったな、心はもちろんね痛かったんですけど、ここに実際生で見て、ここで見て初めてね、どれだけね、原発事故って大きかったのか、福島だけの問題じゃねないなと思います。だって福島だって同じ日本やし、日本全国にね、原発施設あります。新潟、福井、鳥取にもあります。で、このね現状を見て、11年前ねこんな事故があって、また今新たにね再稼働しようとしている皆さん、どう思いますか？いや、正直この現状を見たら怖いですよ。じゃあ他日本には原発の場所があるじゃないですか。そこは、今再起動しようとしていることについてどう思いますかね？いやーね、よく考えろよってこれ言いたいよ。やっぱり原発は安全だっていうふうに思ってる人が多いわけでしょ。福島県以外の人。だからそこがやっぱり問題だ。
れほどの被害を与えておきながら、それをメディアがちゃんとして伝えない。やっぱりね、こう福島県と関わりのない人には正しくやっぱり内容を報道してほしいね。正しい判断を下せるようにね。最後に志賀さんにとって一番思い入れがある場所に案内してもらった。この前はね、はい。この前は原発で冷却水を汲み上げていたわけ。冷却水を？原発がね。そのためにどういうふうな変化があったかっていうと、海底の砂が全部引き寄せるわけ。そして本殿ではその砂は全部こう敷地の中にこう上げていたわけ。でこの辺はだから砂なくなっていた。そしてこの辺は堤防を守るにどういうことをやったかっていうと、向こうのようにトラックとずっと並んでる。中にですか？テトラが並んでるんですか？ここずっと海岸並んでたよね。並んでた。はい。これが事故によって冷却しなかった冷却水を汲み上げにから、自然の状況に戻ったわけ。なるほど。そしたら山から砂が流れてきて、こういうふうになった。今まだ砂が溜まったって感じですか？これがね、本来の砂浜。この地域全部こういう砂浜で、覆っていたわけ、砂がね。あとね、戻ったんだ。そういうので、俺らこうやってね、ここに来ると、ほっと安心する。やっぱり自然ってそういうもんだよね。自然に戻るってやつ。今回福島に来てみてですね、今まで全く知らなかった景色、今まで全く知らなかったことをいっぱい知ることができました。すっごい深い一日になったんですけど、そしてまたね、新たな、福島に対する感情、原発に対する感情、自然に対する感情が芽生えました。11年前のね、元の福島の姿に、戻ることはもしかしたらないかもしれないです。いや、僕が期待してるのは、この海のように11年前あったこの海よりもっと綺麗な状態で帰ってきてくれることを僕は期待してます、福島に。ただ言えることは、道路を新しく作るとか建物を作る、それで復興っていうふうには簡単には言えないよって。なるほど。やっぱりね、本来の小学校6校あったら6校の子どもたちがこう戻るようなそういう環境にならないと復興っては言えないでしょ。今年初めてね、田植えして、作物がね咲くように、作物が育てれるような、地盤になったっていう話もしてました。嬉しいです。でも12年ですよ、皆さん。12年かかって初めて、米田植え今年できたっていうね、喜ばしい話もね聞くんで、ますますねこの海のように福島、11年前よりいい状態で帰ってきてほしいものです。島頑張れ。